はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。今回は11月の恋愛運を見てみたいと思います。もしどなたかね、この気になる方がいるとか、パートナーがいらっしゃる方はその方とのことを思い浮かべながら見ていただけたらと思いますし、今パートナー募集中ですという方もこれから出会いがあるのかなということで後半に見ていきますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速いきます。お願いします。恋愛に限らずね、特定の人、この方との関係どうかなっていうので見ていただいても大丈夫です。もちろん一般的なリーディングになりますので、魚座の皆さんがこの11月で陥りやすい人間関係、恋愛の運ということなので、全員に当てはまるわけではないと思うんですが、吸収できるところだけ、参考にできるところだけ受け取ってください。では行きましょう。まず相手との関係性、今月どうなのかな、どんな学びがあるかな、何に気をつけたらいいかなっていうことを見ていきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクス9逆、ペンタクス9、キング逆、タワーとソードクイーン、そしてマジシャン、ワンドのキングですね。そしてソードのページ逆、カップ7、ワンド9、ジャスティスとソードエースですね。なるほど。そうですね。今出ているのは、今のその関係性においては非常にもともとはものすごく発展性のある2人だったっていう感じがします。人生そのものが一つになって一緒に何かを作っていけるとか、お互いが関わることによってお互いの何かステータスが上がるような、何か人生がちょっと一枠上がるかのようないい関係性っていうものがあったと思うんですね。でそれは今も実はあるんですけども、なんとなくそれが少し今曇っているというか、一時的な中断みたいな感じがちょっとします。そして魚座の皆さんの方がこれはね、どの時期でそういうかっていうのはちょっと難しいので、今この11月っていうところで見ていきますが、魚座の皆さんはなんか決意するって感じがしますね。この11月にパートナーシップに対して、その相手に対してもう私はこうしますみたいな、相手によってこの自分の行動や言動を変えるのではなく、自分からこうしますっていうふうに決める感じがします。で決めるんだけれども、決めたんだけれども、その後の行動とか現実っていうのはいろいろ準備しなくちゃいけないというかね、それを実現させるためには一つずつ揃えなきゃいけないとか、何かを一つずつやっていかなきゃいけないというところで、少しまだじゃあもうすぐに動くみたいな、なりふり構わず全部捨てていくっていう感じではないんですよね。意思的には決定できた。だけどそれを現実に起こしていくまでにもう少し準備がいるという感じです。そして相手の方はなんだか今少し積極的に関わろうとしていないという感じがするんです。なんかね、責められるみたいな感じがあって、責められたくないからあまり積極的に関わらない。でも一応相手の意見は聞きたいみたいな感じでね、聞きながら聞く耳持ってるっていう感じでも、自分からちゃんと話しましょうとか、そうやって関わっていこうとはしていない感じがするので、少し今距離があるのかなっていう感じがしますね。そして相手の方はですね、魚座の皆さんに関係なく別のところで、やはりなんか人生においての大きな転機というか、大きな気づきみたいなのがあったみたいで、ある意味自分の人生っていうのはこれまではこうだったけどこれからはこうしたいみたいに明るい未来を思い描いてどうこうじゃなくて、これまでの人生をなんかもう壊したいんだみたいな感じがあり、それによってすごく自分が混乱したっていう感じがします。なので自分自身がやっぱ混乱してあまりいい調子じゃないから、他人にも優しくできないし、だから魚座の皆さんきっと優しい方が多いので、その優しさに甘えて何か不都合なわけのわからないことを言ったりとかしたのかなっていう感じはしますが、なんかどうしていいか分かんないみたいですね、相手の方は。決して魚座の皆さんが嫌いなわけじゃないんですよ。全然嫌いなわけじゃないんです。でもどうしていいか分かんないって感じ、なんか立場が悪い感じです、相手の方が。そして
なんとなく冷たい感じがするので、それに対して魚座の皆さんがもう自分で決めますと、じゃあこうします、じゃあこうしましょう、別にこれは何も関係性が悪くなっていくっていうことを前提で言ってるわけではなく、じゃあもっといい関係でいるためにこうしましょうみたいに魚座の皆さんが決めていく、関係性を作っていく。だけど実際やろうとするともう少し何か時間が必要、もっと何かが必要っていう感じがしますね。何が必要なのかっていうと、時間とか準備が必要って感じです。もう少し仕事が落ち着いたらとかもそうだし、もうちょっとこうしたらできるけど今はみたいな感じで、ちょっとまだ揃っていない感じがするんですね。でもすごく応援されてますよ、魚座の皆さんね。今その他者に対してちょっと達観した感じがあるので、その達観した感じがものすごく魚座の皆さんを守っているし、導いているって感じがします。なので落ち着いて考えたらこうすべきだなっていうのは自分でも分かっている。でそれに対して運勢はゆっくりとですが流れているっていう感じです。なので自分が急いでそこを走っていくというよりも運勢の流れの中でゆっくりとちゃんと整えていってるって感じがします。でそして先方はですね、なんとなく引け目を感じてちょっと距離を置いているんですが、でもこれから魚座の皆さんとどうなっていくのかなとか、どうしたいのかなっていうのがまだ未知って感じがしますね。もしかしたらまた仲良くなれるかもしれないし、もしかしたらまたこういう関係になれるかもしれないし、いやでも難しいかもしれないしっていろんな可能性が思い描いていて、要するにそれはこの相手の方が今全然しっかりしてないんですね。まだ立ち直れていないという感じです。いろんなことからちょっとしたその人生が まさかこんな風になると思わなかったと思うその人生の変更事項によってちょっとびっくりして自分を見失っている、そのことからまだ復活してなくって、ちょっと夢見がちに嬉しいことを探しているっていう感じがあるんですね。なので今この相手の人に頼れない感じがします、魚座の皆さん。本来だったらね、しっかりしたエネルギーとかこうしたいみたいなものがあって、そこに魚座の皆さんが優しく包み込むみたいな感じで成り立っていたりとか、うまくいっていたものが今魚座の皆さんの方が強いっていう感じがあり、そして先方の方はちょっと今わけがわからないというか、よくわからない状態になっている感じがしますので、あんまりちょっと当てにならないなって感じがします。時にすごく優しくなったり、いいことを言ってみたり、でもそうかと思ったら急に引いてみたりって感じなので、ちょっと信用できないなっていう感じです。でどうしたらいいのかっていう対策の前にちょっともう少しちょっと見てみますとね。そうか、相手はやっぱり怖いんですね。何が起こるのかわからない、もう本当想定外のこと、人生にこんなことが起こるなんて思わなかったっていうようなことがいろいろあり、だからこそ若干人間不信にもなってるのかなっていうのもあって、その人と関わるもそうだし、今の関係性においてももうこれ以上責められたくないしっていうことですごく怯えている感じがしますね。そして魚座の皆さんも誰かがいなくなってしまうっていう欠落感による欲求というカードが出てるんですけど、その誰かがいなくなってしまうんじゃないかということで、まるでそこにすがりたくなるけどすがらなくていいよっていう感じで言われてる感じがしました。今なぜかというと魚座の皆さんがしっかりしてるからです。とても。でこのね、やっぱり1年で鍛えられた自分っていうのはもう本当にかけがえのない経験なので、もう同じようにすがる必要はないんだよっていう感じがしました。ちょっとどうしたらいいのかヒーリング方法を見てみましょうか。はい、癒しというカードが出ています。癒し、自分に優しくしてねって感じがします、これは。でまたもともとね、魚座の皆さんも底なしに優しい方が多いと思うので、もちろん他者に対しても優しくするけれども、おそらくそれは自分を投影して他者を優しくしたいっていうのもあると思うので、自分にも優しくしてくださいね。自分が今何を求めてるかなっていうことで自分を癒すようにしてください。そして関係性っていうのはちょっとまだね、バランスを取ったまま中庸でいくって感じがします。はっきりとした答えこうなりますよっていうのではなく、お互いにお互いの状況を見ながら関わっているっていう感じです。なので状況というのはあまり変化はない感じがしますね。気持ちの上では何か決めていたとしても、それを行動に移すまでに少し時間がかかるし、相手もちょっと今不安定だし、はっきりしないしっていうことで、今の状況の中バランスを取りながらいくんだなっていう感じです。ただ
カードで言われている対策として魚座の皆さんが取るべき行動としてはもうキングって言われてるんですね。キングっていうのはもう一番強いわけです。でペンタクスのキングにワンドのキングっていうのは本当に今まで自分がやってきたことを忘れないでねっていうことと、魚座の皆さんについているなんて言ったらいいのかな、あんまり言いたくないんですけど、サポートされているエネルギーがすごく強いです。今こう絶対的サポートがあるって感じ、これは。そして自分の人生をまさしくここからまるでなんかこう家をこうリノベーションするかのように、自分の人生や生活や自分自身というものをこう弱いところを直して新しく組み立てて立派なものにしていくみたいな、動きがあるので、そうする力があるっていうことを忘れないでくださいって感じがしました。そしてね、もう一つ言われている今後の未来の可能性としても、やっぱりこれはねエナジーということで、こうソードのエースということでね、自分で切り開いていけるよっていう感じで言われているので、関係性においてもおそらく相手にがどう出るかというよりも、自分がこの決めたこと、マジシャンとして決めたことに対して自分で進めていく力があるよということですね。なのでもちろん自分自身を癒しながら相手の出方を待たないっていうことですね。自分がやりたいように、自分がベストだと思うようにやっていくことによって、関係性っていうのはさらに良くなると思います。ちょっと未来の可能性見てみますね。はい、嬉しさっていうカードが出ています。なんかほっとしますね。これも一人とか二人とかでなくて、みんなで手をつないで仲良くしてるよっていうカードです。こんな感じ。なのでみんなで楽しくしてるよっていうことがあるので、もし誰か今気になってる方との関係性においてなんだかなって思っていたとしても、決してその関係性って全然悪じゃないし、むしろちょっと一時的な中断っていうものがあり、お互いに学ぶことがあるんだなっていう感じがします。ただ状態は実は魚座の皆さんの方がいいんですね、相手よりも。なので自分が決めたことっていうものに自信を持って切り開いていってください。ちょっとそんな感じがしました。で、これはパートナーさんとの関係ですね。そしてちょっと今後新しい出会いがあるかとか、もしくはこれからの流れを見てみたいと思います。はい、ちょっとこっちでいこうかな。はい、全くね新しい出会いないですっていう方は、これから出会えるのかなとかもそうだし、ちょっと見てみますね。どうなっていくのかなっていうのを見てみますね。はい、スター、女教皇、節制、戦車逆、エンプレス逆、全部大アルカナですね。太陽すごい。どういうこと？ソードの8、ソードクイーン、死神逆、ペンタクルス4、ワンド3逆と吊るし人逆、そしてカップキング逆とフール逆、オラクルはジャスティスです。もう大アルカナすごいいっぱい出てますね。強いですね。これだけ強いカードが出ているということは、本当に今この時期、全体的に見て11月の前半っていうのは自分の意識が上がるとか、可能性が広がるとか、専門性が広がるとかね、何かこうテリトリーが広がるよってことで遠くに行く可能性があるわけです。でその中で関係性においても遠くまで伸ばすことができるとか、何かもっと深く関わることができるっていうことだと思うんですね。なのでまさに今どのような関係を望んでいるかっていうことを自分でしっかりと把握しておいてください。あんまり理屈っぽくならないで、自分が何を求めているか、本当に求めているものは何なのか、どういう関係性なのかっていうものを思い描いてくださいと、素直な気持ちで。これは誰にもその批判される要素なんか一つもないし、自分が望むことを望んでいいんだよっていうことで宇宙から今応援されている感じがするので、
どういう関係性が欲しいとか、どういう関係性でいたいとか、どうなりたいとか、自分の人生はこうしたいっていう思いをしっかりと思い描いておいてください。でそれに対するそのやり方っていうものはあんまり考えなくていいみたいですね。そう今なぜかこう橋がかかるみたいな感じがするんです。なのでしっかりと思い描く、想像することによってそこに橋がかかるよっていうことです。そしてあんまり具体的には動けてないとかね、もちろん動き続ければ何らかの出会いがあったり進歩があるんですけど、あんまり思うように動けてなくてもいいんだよと。自分のハートの中にその豊かな感覚が与えられているとか、満たされているとか、愛されているっていう感覚がちゃんとあれば、全部ちゃんとうまくいきますからって言われてる気がするんです。そして未来のところに太陽が出るっていうことは、今悩んでることっていうのは本当に悩みじゃなくなるっていう感じがするんですね。なので誰かとの関係においても一時的にでも悩まないっていう感じがします。これはこうずっと気になってることがあるけど、今はその悩みの方にフォーカスするのではなく、自分の望みの方にフォーカスをして豊かな感覚の中にいる。だから一時的にでも悩んでたことを忘れるぐらいの感じがありますよ。とてもいいです。その感じで言ってくださいっていう感じなので、もしその出会いが欲しいって言ってる方にとっては、出会いが欲しいということすら忘れてたっていうような感じがあるかもしれませんね。求めてなかった、今が充実しすぎてっていうことかもしれません。で実際のその行動としては、やっぱりね、さっきもちょっと出てましたけど、その具体的ですぐに動こうってしてもやっぱ動けないみたいな感じがあり、それは時間的な余裕がないとか、経済的にちょっと動けないとか、何かそういうのがあって理想はあるけど動けないっていう状態かもしれませんが、でもそれでいいんですよっていうふうに言われているのでね、心の中だけは充実させておいてくださいと。そして何かものすごい大きな気づきがあり、やっぱり感覚が変わるみたいなんですね。ここでやっぱり再生というカードが出てるんです。これは死神の逆なんですけれども、再生とか真実の愛に目覚めるとか、こう復活するとかもそうなんですね。でここでも太陽も出ているので、その悩んでいたことっていうものがなんかまるで解消してるかのような動きなんですね。だからさっきの関係性で見ても、自分の中にある強さを忘れないでねっていう、切り開いていく強さ、エナジーがあるよねっていうふうに言われていたので、その感覚で言ったら思いのほか実は関係性が良くなるのかもしれませんね。気になっていたことが気になっていないわけですから、実際関係が良くなる。そしてその上でどうするかっていうまた選択肢が生まれているっていう感じです。そしてどなたかパートナーが思い描いている方にとっては、相手はやっぱりこう過去のね、痛手なりこう人生に起きた出来事っていうものを修復して前に進みたいと思ってるんですよね。なので前に進みたいんだっていう思いから、魚座の皆さんだけ注力を払えないみたいな感じがあるんです。人生そのものを進めたいんだっていう感じでも、優しさがやっと来る感じがします。優しさが来る。進んでる方向は違っても優しさが来る感じがして、魚座の皆さんはそれですごくほっこりするというか、安心するというか、そんな感じです。でもそれはあくまでも思いとか思いやりとか優しさとか、そういう部分がやってくるというだけで、現実にじゃあ完全になんていうか許し合っていたりとか、完全にコミットし合ってるのかっていうと、それは違うみたいなんですよね。なので何か感情面において一つやっぱクリアになるっていう感じがすごくしますので、クリアになった上で改めて考えてみてください。そしてオラクルが言われているのはもうジャスティスなので、状況はやっぱりさっきもそうでしたけどね、状況が進むわけじゃないと。ただ状況は穏やかにいますっていう感じがあるのでね、ただ気持ちの面ではめちゃくちゃ楽になる感じがします。すっきりするというか、納得するというか、そんな感じがありますね。そしてもしいや今から出会い欲しいんですよっていう方は、ご自身の中でも求めていたという、感覚に変化が訪れるっていう感じなんです。これは例えばですけど、よくこういう人が欲しいんだ、すごく寂しいからとか、何か自分に足りないものを埋めてほしくてこういう人があって思ってるけど、でもそれ自体がもし解消されてしまったら、別にそうじゃなくてもよかったって思ったら、その時に出てくるみたいなね、その時に関わってくる人と普通に楽しい関係性ができるっていう形で、じゃあ私たち付き合ってるんですね、私たちこれで絶対大丈夫なんですねみたいな、そんな確証はいらないって感じなんです、今の魚座の皆さんには。なので新しい出会いがあるかって言われると、
まあここでねカップの金が出てるので優しくしてくれる人は出てくるかなっていう感じがします。でも相手あんまりその気がない感じなんですよね。そんな口説くつもりで優しくしてるわけじゃないっていうことですね。なのでまあそれでもなんか優しくされたっていうところでなんか納得がいったり、こんな感じでいいのかもなみたいなね感じがします。はい、ということで大丈夫でしょうか。最後にもう一枚ちょっとオラクルカード引いてみますね。ちょっと今まだこうちょっと手探りでこんな感じでどうかなってやってるので、もしまた今後変えていくかもしれませんけれども、何かしらご感想をいただければ嬉しいです。これかな。おっとウェディングというカードが出ています。どうでしょうか。なんかこのシチュエーションはねまるで何かこう融合していくようなエネルギーの中にいるっていう感じがするので、とてもいい区切りの時なんだと思います。今この時が新しくなるためのいい区切り、もしかしたらこのまま進んでいくかもしれないし、もしかしたら自分の中ですっきりと何かを区切りをつけて新しいものに向かっていくのかもしれないし、ただ何か解消されているというのが私の中のイメージでした。はい、ということで何かしら参考になれば嬉しいです。また次回そうね、中旬ぐらいに次の動画アップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。